皆様ごきげんよう。今回は皆様に車のチューニングを説明していきとうございます。奥深いチューニングの世界へさあ行こう。まず重要になるのがタイヤの位置です。タイヤ同士の間隔を変えるとドリフト中の曲がり具合が変わります。タイヤの間隔が広いと大回りに、間隔が狭いと小回りになりやすいです。まあ普通の乗用車くらいの感じで作れば大体いい動きをしてくれると思います。曲がりにくい、曲がりすぎると感じたら見直してみるくらいでいいでしょう。車の動き方を変える方法は他にもあります。小タイヤを上や横に45度傾けるとドリフトした時外側に流れるような動きになります。緩いカーブもドリフトしたまま走れます。とにかくドリフトしたい人におすすめです。もう一つの方法はサスペンションの無効化です。サスペンションは小タイヤにもともとついている機能で段差の衝撃を和らげ、うねった路面でもタイヤと地面が接触するように調整してくれます。クイバグを使って小タイヤに別の部品を貫通させることでサスペンションが無効化され、タイヤが滑りやすくなります。クイバグのやり方を説明します。まずクイ、タイヤ、貫通させたいものをくっつけて地面に刺します。そうしたらもう一つの杭を地面に刺しつつ少しずらして接着、それをブループリント、これを繰り返して少しずつめり込ませていきます。貫通させるものの位置によってはタイヤの軸がぶれたりバックできなくなることもあります。貫通させるものをタイヤの軸の上に密着させるのがコツです。これらの方法を踏まえて前後で車輪の種類やセッティングを変えるとさらに動きが変わります。私は前輪斜めで後輪そのままや前輪そのまま後輪差す向こうのセッティングが好みです。皆さんもいろいろ試してみてください。さて、ここまでは曲がることに焦点を当ててきましたが、地形の変化への対策も見ていきましょう。路面がうねっているとタイヤが浮いてしまうことがあります。そこで車を前後または左右で分け、木の車輪やモーターを返してつなぐことで路面のうねりに合わせてタイヤが動くようになります。ストッパーをつけて回りすぎを防止すると良いです。次に上り坂対策です。急な坂を上るには扇風機をつけるのが効果的です。ただしドリフト中や空中での動きが変わりバックしにくくなります。性能の変化に注意です。軽量化も効果がありますが、よほど重い車でなければ気にしなくていいと思います。大砲をつけるとさらにパワーが上がります。お好みで追加してみてください。とまあこんなところでしょうか。また何か技術革新が起きたら動画にしたいと思います。以上、チューニング解説でした。それでは。